どうも皆さん、カイトです。兄を探しに駆け巡る荒野のハークをご存知でしょうか。こちらは2020年9月16日にアーリーアクセス版が Steam でリリースされ、2022年8月25日に正式版が Steam と Nintendo Switch でリリースされました。早速限りなくマップ 100% と CD コンプでクリアしたんですけど、めちゃくちゃ面白い爽快メトロイドバニアでしたね。操作性は抜群に 2D アクションでもあり、しっかりとしたストーリー、スキルを習得しながらの探索要素はめちゃくちゃ面白かったです。今回は荒野のハークというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、兄を探しにマスクを装着するメトロイドバニアアクションになります。主人公のハークを操作して週末の荒れ地を兄の手がかりを求めながらぐんぐん範囲を広げていく感じ。マップ選択式のメトロイドバニアなんで、一つのエリアに入ったら外に出るまで攻略、ダンジョン内を対策しながらスキルを見つけてバフをかけていきます。こちらが回復薬の回数で、こちらが HP、 これがダッシュのスタミナで、いずれもセーブポイントのトイレで全回復します。ロット数を増やすにはバフポットで購入するか、ダンジョン内で探索すると見つかりますね。黒の玉はスキルなので必ずゲットしましょう。こちらは強切り、スライディング、横ダッシュ切り、ハイジャンプ切りなどどんどん強化されていきます。攻撃は近接攻撃のハンドグローブと遠距離攻撃のフックの2種類でシンプル。アクロバットのアクションができるフックも常時使用するんで、方向のタイミングと飛距離を序盤で把握するのが良いです。敵は近未来的なロボット系からノラでよくある動物系、世紀末タイプの人間系なんで、荒れ地感をたっぷりと味わえます。拠点のネオサンフォーではサブクエストをはじめアイテムボックスを開けるためのCD 集め、実質のメイキング、情報集めによるストーリー展開などあります。ジャンルとしてはこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、厄災後である世紀末が舞台。かつて盛んだった都市は荒れ果てており、生存者たちは細々と生活していました。旅人のハークは故郷を離れてサンフォーにたどり着きます。そこで TR8 という謎の人物から接触があり、協力してほしいと頼まれます。彼はしぶしぶ兄を探すのと同時に TR8 の依頼も実行していくと、色々と真実が見えてくるというお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、アクロバットに操作できるフックアクション。ステージを移動する際で必ず使うことになるのがフックになりますが、その爽快感が非常に楽しめます。通常は移動しながらのジャンプからの壁つかまりというオーソドックスに移動するんですけど、ギミック箇所でのフック動作が必須場所で、ワイヤーにかけながらスイスイと動けるのが楽しいんですよ。ダッシュが常時使えるのもあって、ダッシュとの組み合わせでのフックはベストマッチでした。電撃戦の箇所でダッシュとフックの両方の組み合わせでのギミック突破は、いけた瞬間に握る拳をグッとしましたね。操作性がすこぶるいいのもあって、攻撃しかり探索しかりめちゃくちゃプレイしやすかったです。2、十分すぎるほどの探索要素にコンプ要素。メトロイドバニアと銘打っていることもあり、探索要素が非常に多いです。この充実感最高やんけ。街から地下道、炭鉱、山、都市など全てがダンジョンなのも面白くて、マップを移動しながら余すことなく楽しめます。探索率 100% 目指したんですけど、マップを埋めても一部が 99% だったのはアイテムの取り忘れかしら。特に炭鉱での毒エリアではガスマスクを装着しつつも、ゲージによる時間制での慌てさせてくる感じはパズル要素も十分だったなと。コンプリート要素としては、各ステージにある CD 集めやハーク自身のマントの色を変えるインク、部屋をデコレーションするテレビの修理から、そしてバーの色々で注文できるサブクエストなど盛りだくさん。サブクエストの進行具合でストーリーが色々と変わるのが、自分なりの選択をしてみてください。3、中盤以降のボスがマジで強い。序盤の縄張りバニアは置いておいて、中盤以降のボスがありえないぐらい強いのがやりごたえ十分です。脳内イメージに飛ばされるイベントがあるとき、日本風な場所でミッションをクリアするイベントがあるんですけど、そこでの武士がマジでやべえです。雰囲気から強そうに見えるんですが、攻撃速度の速さに加えてのギリギリの周りを避けないと振り向いて切ってくる柔軟さ、さらには竹槍床乱舞からの一戦好きと世話しなさすぎだろ。2発当ててから避ける、瞑想しだしてのバリア解除での叩き込みなど徹底しないとメンタル持ってかれます。最後はギリギリでめった打ちにしてやりましたかね。ちなみにここでの迷宮への入り口の正解ルートがわからなすぎて、ヒントの地図を見ても30分以上考えて無理でした。わかる人いたら教えてください。4、
クリア時間は23時間、達成率 100%、 CD コンプでのクリア時間は23時間ほどでした。マップ内でところどころ 99% になっている箇所はマッピングしても 100% にならないんで、アイテムの取り忘れ、さらにはサブクエストの未完了が響いてるかもしれません。あと7時間ほどプレイしたら見つかるかなと感じ取られます。ストーリーもだんだんとハークの過去と交差していくんで、 TR8 との会話はなるべくちゃんと聞いた方が良いです。ちなみにマルチエンド方式なんで、ちゃんとミッションをクリアしてからラスボスに挑んでください。最後にワンポイントアドバイスになるんですけど、ベジコインを使用した救済ポットはなるべく使わない方がいいです。ララコは可愛いけど。救済ポットは各エリアで配置されてて、ステージを突破しやすくなるアイテムがベジコインで購入できます。ベジコインは1回デスるたびにもらえるコインで、こういった感じで溜まっていきます。これはステージがあまりにも難しい、ボスが強すぎて倒せない時の救済措置になってます。こんな感じでバリアを張ったりできます。ですが1コインを使うだけでラスボスを倒した時の難易度評価が下がるという罠があるので気をつけて。私も試しに使ってみたらカスタマーレベルが下がって発狂して最初からリセットしました。楽々にクリアを目指したい方はバンバン使う方に割り切っていくのも良いかもしれません。以上になります。アクロバットなメトロイドバニア、荒野のハーク。ただのマスクやろうと思いきやスキルを覚えてからの無双感、さらには脳内ハックからの1000人の教えでの空中浮遊。良ければ皆さんもオーソドックスなメトロイドバニアをプレイしてみませんか。きっと太っちょの飛び回り攻撃が厄介すぎてこれがゴリ押しじゃって叫ぶこと間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。